日々進歩を続けるテクノロジーとともに、新しい表現の可能性に挑む徳井直。シンギュラリティの先にある AI と人間の創造性の未来。AI とともに新たな境地。これから向かうところってどんなところなんですか？バー金魚っていうお店です。もう10年ぐらい、いやもっと前ですね。15年ぐらい前かな。はい、そうです。ここ左で。ぐらい前から結構通ってたお店ですね。15年前から通うその店はAIDJ にとっても、徳井にとっても特別な場所だ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ここです。すいません。東京は恵比寿にあるバー金魚。こんにちは。お邪魔します。AIDJ のすべてはここから始まった。そうですね。ここに毎週のように集まっている中で自分が好きな音楽を、かけるようになっていたんですけど、YouTube で、かけるようになって、でももうかけられる曲が大量にある中で本当に自分が好きな曲をかけるっていうのはかなりやっぱり難しいなっていうのが最初に持った、印象でした。バー仲間との遊び、それが AIDJ の原点だったと徳井は語る。でそんなことをやってる時にこの辺 AI でやらせたら面白いかもねみたいな、その大量にある曲の中から、選曲の作業を AI にやらせてたら、人ではできないような新しい選曲だったり、本当に大量にある曲の中から適切な曲を選んでくる。でその中で多少意外性のある選曲とかも生まれてくるかもしれないし、なんかこれ面白いかもねって言って AI と音楽をテーマにした2045っていうイベントを始めたのが2015年かな、2015ですかね。でその時はさっき言ってたみたいに AI に選曲させるっていうところが結構テーマになってたんで、割とそのどうやったら自動化できるか、選曲を自動化できるかっていうところにフォーカスを当てていて、ミックスするところは自分でやろうみたいな、そういう、ちょっとそのバックトゥーバックとは違う形のハイブリッドな形で AI を取り込んだパフォーマンスをやったっていうのが最初です。2016年、京都近代美術館で新バージョンのパフォーマンスを披露した。1度目のパフォーマンスとは違い、選曲だけでなくミックスも AI で行うことに挑戦。ところがMIDI 信号を送ることでターンテーブルの回転速度、テンポを変えられるっていう、そういうターンテーブルを出してたんで、それを使って僕がかけてる曲のビートを解析して、それに AI がかけてる曲のビートがぴったり合うようにテンポを調整するっていうようなことを、簡単な強化学習のモデルを作って何回も何回も試行錯誤しながら AI が自動でこう学んでいくみたいなことをやってみたら本当に大失敗で、音楽人生で最大の恥ずかしい思いというか悔しい思いというかをした夜になってしまって、本来であればテンポがぴったり合ってこうボリュームが上がってミックスされるんですけど、全然テンポだったりビートが合わないんで、毎回ミックスがぐちゃぐちゃになって、その度にお客さんがこうスーッて弾いていくみたいな、また失敗また失敗ってなって、もう最後みんなドン引きで
ビールとか飛んでくるんじゃないかってすごいドキドキしながら最後までなんとか。この失敗を機に徳井は AIDJ を諦めようとする。で正直そこでもうこれダメだから諦めようかなとかってちょっと諦めかけてたところもあったんですけど、そこでありがたいことに見ててくれた人がいて、その取り組み自体を面白がってくれてた人がいて、ワイカムっていう山口にあるメディアアートのセンターなんですけど、ワイカムは山口県にあるアートセンターでアーティストと協力してさまざまなメディアアートを制作している。その当時ワイカムの担当者として AIDJ を支援した石川さんにお話を伺った。人々の AI に対する認識ってどんどん変わってきてると思うんですよ。でその当時2016年とかはまだ AI っていうもののビッグワードに対して人々のなんかすごいことが起きるのかなぐらいの感じだったと思うんですね。大体失敗ってじゃあどういうことやというと、お客さんの反応だと思うんですよ、基本的には。お客さんの反応って言った時に何が起きてるか分かんないのが多分一番シンプルな失敗。ポチッと押せば AI が全てやってくれるっていうものなのかって思うと思うんですけど、僕は AIDJ 聞いてすごく面白いと思ったのは、人間が横にいるっていうのが非常に自分としては面白いなと思った部分ですね。AI って言った時に何でも勝手にいろいろやってくれる便利な存在であると、つまり便利さみたいなものの象徴として AI があるというものなのか、それとも何か人間のその創発性を刺激してくれるものとして AI が存在しているのかといった時に、この AIDJ の後者であると、それが非常に面白い。であとはその展開のしがいがあるというふうに感じたってところですね。でそれプラスターンテーブルをその BPM だったりとかそのテンポを調整するものとして、ターンテーブルを改造してちょんちょんマシンというのを作ったんですね。でそれで、要はレコードを置いた時にそのテンポを合わせる時によく裏に入っちゃったりとかするとドッドッドツドツドみたいな感じで入っちゃうみたいなものを調整する機械を開発したりっていうところを行いました。これまで AIDJ って基本徳井さんだけがAIDJ と対峙するというような枠だったんですけども、今回は徳井さん以外の人にもこれぜひ触ってほしいっていうのを、話をしてたと思います。でその時に誰にしようかっていうのも結構話した気がするんですけど、最終的に決まったのがリカックスさんとトフビーズさんでした。当時のシステムの場合ははっきり言って下手な DJ みたいな感じなんですよ、AIDJ が。でそれをパフォーマンス中に補うには人間が補わないといけないんですよ。特にトフビーズさんですかね、もうすごくその足りなさみたいなものも含めてパフォーマンスとして見せていてっていうのがすごく印象的だったなと思いますけど、すごく鑑賞者というか体験者何見てるかって言ったら、もちろん音は聞くのはもちろんなんですけど、そのプレイしてる人を見るんですよね。で特に徳井さんでいうと表情を僕は見ちゃう。で徳井さん表情いいんですよ。で何がいいかというと、予期せぬことが起きた時に微笑むんですよね。微笑んだりとかテンパったりとかいうのを見て、だから例えば曲まずは多分初め音を聞いている中で何か変化があったなっていう時を感じた。その時徳井さんの表情を見るとなんか嬉しそうにしてると、おそらくこれは何か AI が予期せぬことをしてくれた瞬間なんじゃないかと。徳井さんがいない状態で AIDJ だけがそこで人間、もっと極端に言うとラップトップ1枚あって音楽が流れている状態、しかもインターフェースも何もない。でもこれ AI やってるんですって言われた時に、じゃあ人間はそれを楽しめるかっていうと結構疑問だと思います。その後ワイカムでの AIDJ のパフォーマンスを実現した。でその時はかなりお客さんも盛り上がったし、あとは新しい機能としてお客さんがどれぐらい動いてるのかっていうのを、その骨格検出って言われる人間のその体のポーズを推定するようなモデルを使って、どれぐらい今踊ってるのかっていうのを定量化するような仕組みを作りました。その基本としては前にかかっている曲に近い曲を選んでいくっていうところが大事なんだけど、お客さんの期待を裏切るってことが必要で、そのためにさっき言ってたどれぐらい踊ってるのかっていうのを定量化するシステムを使っていて、お客さんがちょっとここ飽きてきたな、あんまり踊らなくなったなってなったら、あえて今かかってる曲の雰囲気からちょっとだけ遠い曲っていうのを選んであげるみたいなことを複数の AI のモデルを組み合わせて選曲するっていうふうにしてました。でどれぐらいずらすと一番面白いかっていうのは今後も掘りがいがあるテーマだなっていうふうに思ってたりはします。
その頃から AIDJ は世界的に注目され、フランスの音楽フェススコピトンやスロベニア、ルーマニア、さらには Google 主催の Google I/O にまで招待された。しかし、ちょうど2020年の春からご存知のように新型コロナウイルスの、パンデミックが始まってしまって、イベント系を全部キャンセルされてしまって、何もできなくなってしまったっていうのがありました。でちょうど、COVID で時間が空いたってこともあって、新しいバージョンを作りたいなというふうに思い出してきていて、音楽生成を使った新しい DJ パフォーマンスをやりたいなっていうふうに思うようになってきた。でその音楽生成のアルゴリズムのパラメータだったりとか、あるいはその出てくる、音を DJ としてコントロールしながら一つのパフォーマンスをするっていうふうに考え方を変えて、枠組みを変えて作ったのが2021年のバージョン2 AIDJ バージョン2と呼んでるもので、指きたすリズムっていう名前を付けてたんですけど、新しいパフォーマンスをやりました。具体的にはリズムを生成するアルゴリズムとリズムに合ったベースラインを生成するアルゴリズムで、それからリズムとベースラインに合った、メロディーだったり声のサンプルだったりとか3つのアルゴリズムを組み合わせて一つのパフォーマンスをやってます。で、実際僕が AI が生成する、リズムのループだったりベースラインを聞きながら、シンセサイザーだったりとかドラムマシンっていうのをコントロールして音楽的な展開を作っていく。でその音楽的展開に合わせる形で次のリズムが生成されるというような相互作用しながら音楽が展開していくっていうものになっています。でやっぱり DJ ディスクジョッキーとはまたちょっと違っていて、ディスクジョッキーの次の形として AI ジョッキーみたいな感じに近いのかな。つまりディスクをかけて選んでいくっていうよりはもう AI のモデルを乗りこなしていくっていうような、そういう感覚に近いのかなと思ってやってますよね。 AIDJ の挑戦は世界的音楽フェスミューテックに続く。ミューテックのディレクターであるモーリス・ジョーンズは AIDJ についてこう語った。So the idea of human-machine interaction is something that's actually very old and has been going on for many decades, and people have been talking about that a lot. But the shifting paradigm really here is the emergent behavior of AI system that is kind of unknown before. It's oftentimes not really clear what is actually happening inside of the box. So this emergent behavior where you don't really see the processes, but you see the results and you tweak the results in order to understand the process better. Surprising results give new inspiration to artists, which is quite an exciting trend. The AIDJ project stands out because it really pushes the boundaries of what human-machine interaction can look like. And the way that Tokui-san is working is really exploring these different ways of how AI could interact with human beings as a collaborator, as a tool, as a leader, as something that follows, etc. One of the biggest significances for the AIDJ project, I think, is also just showing a showcase of what AI creativity can look like, and that it can actually be a lot of fun. AI doesn't need to be kind of obscure and geeky and experimental. It can actually be a lot of fun, and I think that's one of the significances, because that, I believe, inspires people more to explore it themselves. The sounds that were all in real time generated by different AI models, seeing how it actually unfolded on a big sound system, and that the quality is actually on a level that you can perform at a big venue on a big sound system, was also very, very impressive. So it really showed that there's a different stage that has been reached now in the AI music generation. I've been really observing that AI art or AI music is becoming a genre, which brings kind of new questions as it enters the mainstream. What does it mean if AI generated sounds or AI generated
images are becoming a genre in like an artistic genre in and of themselves. Is it really just a tool at that point? It's an important time right now because I feel a lot of the ways that we'll perceive AI creativity, AI music, AI art in the future is actually being decided right now. そして2022年冬、渋谷で開催されたミューテックに招待され、これまでの集大成となるパフォーマンスを披露した。
AIDJ プロジェクトが始まってから約10年。これからの AIDJ に徳井は何を期待するのか。やっぱり本当に音楽としてあるいはビジュアルとして、その2つが組み合わさった体験として今までに本当に聞いたことがなかった体験したことがなかったような、音楽だったり体験っていうのを AI を使って作り出していくっていうことが僕の大きな目標です。でもう一つは僕がAI とインタラクションしてパフォーマンスする中で鳥肌立ったりとかゾクッとする瞬間があるっていうのをもっと多くの人に味わってほしいなっていうのがあって、さっき言ったニュートンだったりとか AI のバックグラウンドだったりコンピューターサイエンスのその知識がなくても割と簡単に AI のシステムを自分の創作活動だったりパフォーマンスに取り込めるようなそういうツールを提供していくっていうことも一つ自分としては、目標としているところです。自身の著書で徳井は AI との関わり方をサーフィンに例える。サーファーは時として進む先を波に任せ、時として自分の意思でボードを操る。場当たり的にも見える AIDJ の成り立ちは誰もが AI とともに新しい価値を生み出していくであろう未来の社会の在り方に光を照らしている。